やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ブロンの新作、ブロン Z200。聞き慣れない型番なのは、ここまでブロンが通してきた、にピンク DC っぽい形のリケーブル端子を廃止したからだろうか。本気はリケーブルできそうだけど、できないタイプになっている。このイヤホンは、10mm のダイナミックドライバー一発を採用した、シングルダイナミックドライバーイヤホン。市場でも色々出回ってるし、国内でも手に入りやすいタイプなんだけど、中国設計のこのタイプのイヤホンは、3000円クラスでも足したような振動板や、強力な磁石など、魅力的なスペックを備えているものが多いので、何かと低価格帯から数万円オーバーの上位機種まで、魅力に富んだモデルが多いジャンルのイヤホンでもある。ブロンは、1ダイナミックないし2ダイナミックのイヤホンを集中して発売しているブランドで、特に、10mm のイヤホンに良作が多く、愛用者も多いブランドだ。もともとヘッドホンの方から始まったブランドだけど、最近ではイヤホンの方でも定評を得ているな。ブロンのイヤホンは大きく3つの種類のチューニングに大別できて、カリカリの感触系サウンドを持つ、カーボン系振動板を採用した、感触モデル、そして、バイオセルロースを採用した、繊維系振動板や、樹脂系振動板が属する、暖色系、弾力のある音色の暖色系モデルに分類できる。感触系の代表作は、ブロン BL3 や、ブロン BLOS。今回紹介する Z200 は、そんな感触モデルの音色の美味しいところを抽出して、かつリケーブル負荷モデルとすることで安価に再設計したモデルだ。安価ながら、ベースになった BL3 の弱点を削ぎ落としていて、これぞ汎用機種、といった印象だな。低価格モデルと言いつつ、外装にはきちんとコストがかかっていて、新作が出るたびにちょっとずつ品質が良くなっている、ラメ塗装タイプ。今回は、よりシンプルなブラックと、ボーリングの玉なんかのような、美しい細かなメタリックパープルのカラーバリエーションが用意されてるぞ。ただ、人によって好みが分かれそうなお月様がプリントされてるのは、人によってはこれはいらないと感じそう。ブロンのイヤホンはなんというか、装着感が独特なモデルが多くて、最近のものも、しっかり耳にフィットはするんだけど、やっぱり装着感と形状が独特なものが多かったんだけど、Z200 はド定番の耳掛け形状になっている。ノズルの長さや角度も適当で、このタイプのイヤホンに慣れている人なら問題なく装着できそうだ。ただ、一点気になるのは、ノズルに返しがついていないことで、イヤーピースを使い込んでいると、いつの間にかポロッと落ちそうなところは人によっては気になるかも。初期状態ではイヤーピースはきつめなので、そう問題は感じないと思うけど、高級イヤ機とかくっつけて外に出た時はちょっと怖いな。コストダウンゆえの仕様なんだろうか。このほか、ブロンのイヤホンは低価格モデルでも必ず生地の粗いポーチが付属する。Z200 にも付属するが、これ、表面加工だちょっと傷がつきそうで不安なくらい粗いんだよな。幸い、今回は通常の塗装モデルのみなので、細かな傷が目立つようなことはなさそうだ。Z200 の金属製ハウジングは、おそらくアルミ切削加工ではなく、亜鉛系合金。そのため、見た目よりも多少重量感がある。とはいえ、耳が痛くなるようなとんでもない重量ではないので、装着面で重量が気になるようなことはないはずだ。どっちかというと、強烈な高音を持つカーボン系ドライバーのストッパーになってくれてることだろう。Z200 は、暖色系、感触系に大きく分かれるブロンのイヤホンの中で、感触系に属する。で、ブロンが今まで感触系モデルで出してきたイヤホンは、どれもこれもカーボン系の振動板だ。カーボン系素材の振動板を採用したイヤホンは、どれも軽量で反応が良いイヤホンが多いんだけど、今回の Z200 もその例に漏れず、カーボン系の振動板を採用しているぞ。ブロンの一番最初に発売された、BL3 と同様の仕様のものだけど、BL3 に当時採用されたものから2世代進んだ、第3世代らしい。実際、聞いてみると、音の荒が取れた進歩が伺える。また、内部的に、ドライバーの背面空間が二重に仕切られたデュアルチャンバー構造を持っていて、この構造を採用したイヤホンは、響き方の制御がうまくいって、低音がより豊かな空間と量を持つものが多いな。ここまで見てみると、Z200 は、リケーブルができなくなった、廉価モデルなんだけど、ドライバーの世代が進んでいたり、デュアルチャンバー化されたハウジングを持っていたりと、リケーブルできない点以外は、カーボン系振動板を持つ、ブロム BL3 や、その進化系である BLOS をさらに進歩させたモデルに感じられる。音色の方から見てみると、確かにそれらからさらに一歩進んだ音色だ。ブロンのカーボン系イヤホンは、高音域がかなり強烈な印象が強く、
特に BL さんは、プレイヤー側で調整しないといけない場合があるくらい、高音域にピークのあるイヤホンだった。とはいえ、当時はそれでもこの価格ではかなり高水準だったんだけど、発売から時間が経って、よりカーボン系ドライバの扱いに慣れた状態で開発されたライバルが数多く登場した現状では、さすがに少し荒さを感じるチューニングだ。それが、整理されたのが、5S。その後は、暖色系のモデルを連発したので、寒色系モデルの進歩はそこで止まっていたわけなんだけど、よりバランスが良くなり、低音域などにも効き樹ができたのが、この Z200 という感じ。とはいえ、やっぱり低音域は結構あっさりしていて、明瞭な高音域を1ダイナミックドライバで聴きたい人に、最安価格でおすすめできるモデル、という立ち位置になった。音色自体は、数年前の似たような仕様の5000円クラスに準ずるか、あるいは超えているので、今の製造技術と価格なら、3000円クラスでこれだけできる、ということに驚かされるモデル、というのが感想だな。実際、周りを見渡してみても、妙に値引かれている場合を除いて、カーボン系振動板を採用したモデルは5000円クラスが多く、3000円クラスでここまで整ったカーボン系振動板採用モデルは見当たらない。TRN がカーボン振動板を採用したモデルを登場させてるけど、今のところもっと高価なハイブリッドモデルのみの搭載だしな。というわけで、3000とは思えないくらい、しっかりと完成した、この価格で狙える低価格のカーボン系振動板採用モデル、それが Z200 だ。音色について詳しく見ていこう。Z200 はカーボン系振動板の強みの、反応の良い音、高質な高音域、金属質な響き、などに特徴がある、より軽量なアルミ系の外装のモデルよりも、残響が少なく、派手にキラキラしすぎていないんだけど、音の出だしが高質かつキビキビしてるので、感触傾向で、残響が少なめのイヤホン、という全体の仕上がりになっているぞ。高音域は良くなる。この部分がくっきり聞きたい人で、3000円台でカーボン系振動板を採用している Z200 は、予算によっては唯一の選択肢になり得るだろう。他の部分の完成度もしっかりしてるのでなおさらだ。環境によっては、音が刺さるのが以前のブロンの悪癖だったんだけど、BL5S で改善された高音域は、Z200 でも健在。加えて、他音域に関しては、Z200 の方がより進歩したものになっている。中音域もかなり高質なので、ボーカルにナチュラルさや量感を求める人は、BL7 などをおすすめする。くっきりと聞こえるものを求めているなら、Z200 だ。中音域、中低音域の重みなどについては、暖色モデルに軍配が上がるので、ここは得意不得意や好みの差になってくると思うな。そして低音域は量はそれほど多くないが、しっかりと聞こえてくる。デュアルチャンバー構造になったおかげか、過去の感触系なブロン製イヤホンに比べて、バランスが良くなった印象があるな。全体に、カナル型イヤホンの、高音域、明瞭感の強みをよく出した印象で、聞き取りやすく、はっきりしていて、それでいて刺さらない音色、といった仕上がり、空間については感触なのではっきり書き分けるが、一部の極端に広く感じるようなモデルほどではない、といった塩梅だな。これらを総合すると、BL3 や BL5S を、価格を抑えつつ、より優れて、より多くの人が受け入れやすい音にしたモデル、それが、Z200 だと思う。で、この月はどういうデザインなんですと、こんなところだな。特におすすめしたいのが、ブロンの感触イヤホンを愛用している人、それから、予算に制約があるけど、カーボン系ダイナミックドライバーを試してみたい人、初めてカーボンダイナミックドライバーを触るけど、安くて出来が良くて魅力がわかるモデルを聞いてみたい人、そのあたりが特に魅力的に感じるモデルだと思う。また、5000円くらいのカーボン系ダイナミックドライバーイヤホンを愛用していて、他のモデルも聞いてみたい、という人も選択肢になるな。十分に愛機として使い込める出来を持っているので、そう、3000円なのにしっかり仕上がったカーボンダイナミックドライバーモデルなので、安くてもしっかり愛用できる、感触イヤホンが欲しい人に、ぜひ手に取ってみてほしいな。最近流行りの LCP 振動板採用の、低価格1ダイナミックドライバーモデルと比較しても、カーボンダイナミックドライバーは、よりはっきりとした鳴り方を好む人に愛される音色を持っているので、この価格帯からイヤホンを色々聞きかじってる人には、非常にありがたいモデルが出たな、と思う。その裏で、多分感触系ダイナミックドライバーの大ライバルである、HZ サウンドのハートミラーというモデルがあるんだけど、そのハートミラーがプロを発表してたりするな。他に近しいライバルというと、同じくカーボン系振動板のグラフェンを採用した、トリポーインのミールなんかもあるけど、ミールよりさらに安くて、しっかり感触感が出てるイヤホンなので、しっかりと競合していけるモデルだろう。低価格カーボン系振動板ダイナミックドライバー機界隈が、にわかに熱くなってきたな。
ブロンは個人的に、今年低価格1ダイナミックドライバーの中でも5種に入る、BL7 も発表していて、BL7 と Z200 は、音色的にかなり違うので、低価格モデルの聴き比べは、毎月コンスタントに楽しめる趣味だし、ぜひ手を出してみてほしいところだ。Z200 は3000円台で、選択肢の1桁台に入る、魅力的な1台になると思うぞ。といったところで今回はここまで、円安だろうが安いことはいいことだ。